皆さんこんばんは、テレスゾンです。ひまわりです。さあ、今日から顔を塗りますよ。前も言ったようにアルナウ・ラザロ氏の顔の塗り方を丸パクリして塗ってみました。始まりということで、ベースは塗り終わってます。紫からスタートするのがアルナウ・ラザロ流で、これいつものトントンやってんだけど、実はこれはアルナウ・ラザロ流じゃないの、これね。これは勝手な追加要素。私の勝手な追加要素です。一応何のためにやってるか。人間の肌特有のランダム要素を得るために、田川博さんの塗り方を丸パクリして塗ってますね。つまり、アルナウ・ラザロ氏と田川博さんの塗り方が融合されてるんですね。非常に興味深い。血管的な感じ？まあ、そうね。そうなの。血管っていうことになるんだろうね、結局ね。で、鼻の頭は赤目で、まあ、この辺はいつも通りなんだけども。で、そう、ゾンビみたいな感じなんだよね、もうこの段階だとね。この後青が入るとますますゾンビ感が出てくるんだよ。このその横文字の人はいつも紫から始まるの？アルナウ・ラザロ氏うん、そう。ごめん。いつもかどうか知らない。見た動画はそうだった。これ何の紫からするの？多分ね、多分影になる色から始めてるってことだと思うのと、影をそこまで暗くしすぎないためだと思うんだよな。暗い部分の色、村上健吾さんもそうなんだけども、暗い色って暗い肌色じゃなくて、それこそ村上健吾さんだったら、ベースで使った肌色に青を混ぜてた色を影に使うみたいな感じで、それと同じようなことだと思うんだよね。うん。このベースで使っている紫がそのまま影になるみたいな感じなんだけども、そこに今まで自分がやった、田川博さんの真似なんだけども、赤と青をランダムで入れてっていう風にやったらどうなのかなと思ってやってみたのが今回の感じ。で、これはこのゾンビ状態に、肌の第一層みたいな感じかな。一層目を、また例によって筆で叩いている状態です。これいつも思うんだけどさ、この青とか赤をやった状態とやってない状態を見れないじゃん。でさ、これやってたらなかったことになるじゃん。ように見えるじゃん。これ意味があるのかなっていつも思っちゃうよね。それで私は真似したことがない。それは自分でも思ってから。なんか両方見ないと分かんないんだよ、本当はね。やった時間軸とやってない時間軸？違う、世界線。世界線。最近よくね、世界線っていう言葉。今の使い方合ってるよね。そう、これが正解のはずなんだ。うん。よくね、世界線って皆さん使うけど、正しく使ってる人はあんまりいないなっていう話だよね。この場合は、この赤青を入れた状態から肌色を乗せてったものと、赤青を乗せないで紫から肌色を塗ってった両方の状態を比較したいっていう話よね。その両方の世界線っていう話よね。なんかさ、ニュースとか見てるとさ、お前ただ世界線って言いたいだけだろうみたいなさ、トンチンカンなとこで使ってくるのをテレスは最近怒っている。そう、怒ってる。世界線ってさね、まずみんなシュタインズゲートを見ればいいと思うんだよね。ああ、そうね。シュタインズゲートってね、多分知らない人いないと思うんだけど、
でも見たことない人はいると思うんだけど、シュタインズゲートを見る一番の効能って、実は、その、タイムリープ系の話の理解がものすごい深まるっていうことだと思ってんだ。うん。あれを見ることによって、その、ありとあらゆる、その時間跳躍系の話の理解がものすごい解像度が高まるんだよ。全然関係ない話なんだよ、これね。あれだよ、ゲームでもいいんじゃない？シュタインズゲートのゲーム。あ、360だっけあれ。いや、いっぱい出てるから、うん、多分原稿機種でできると思うんだけど、ゲームやるのが一番理想だよね。うん。私でもさ、シュタインズゲートさ、Xbox でやったじゃん。うん実績取るためだけにやったからさ、攻略本見ながらやったからさ、ほとんどあんまり内容、そんなに理解してないんだよね。いや、私もね、攻略サイト見ながらやりました。まあ、要するにもう最適ルートっていうか、最短で全部のルート回収する。それでも面白かったからすげえと思うんだよ。そうなのよ。そうなのよ。だから純粋に話の力だけで持ってくる。これ攻略見ないでちゃんとやればよかったと思ったんだよ。いや、そう。いや、それは思わなかったけどね。うん。まあ、その辺にこの辺にしようか。気づいたら進んでるね。肌色が。ちょっと画面見ててください。うん。この段階では自分でもね、そりゃ不安になってるよ。これうまくいくんかいこれ。アルナウ・ラザロはちゃんとやってっけどさ。その横文字の人もこうやってトントンしてんの？してない。そう。これはだから勝手にアレンジしてんの。横文字の人。覚える気ない。まあそんな感じで進めてくんで、また起点になるとこまで飛ばすかい？そうです。喋るとこがあるんであれば。まあ、結構長いからな。こんな感じで済むんで、ちょっとワープしますか。はい、ここから筆で普通に塗ってますね。これなんでトントンやめて筆にしたの？あと、ここからは大雑把に明るい部分拾うんじゃなくて、なんかこうピンポイントで拾う段階なのかな？かなり昔の話だよね。これ多分、ウルトラマットバニッシュ使ってるはず。使ってる？
使ってるよね。そう、これ、名古屋の鞘モデルショーから帰ってきて初めてウルトラバニッシュ、マットバニッシュ使ってんだよね。で、なるほど、こういう感じなんだって思いながら塗ってんだ、これ。この段階だと、ものすごい顔が紫だから、相当色塗り重ねてるよね。だから紫である必要性があったのかとは思っている。でもね、最終的には紫で良かったなーって思うんだよな。最近さ、ほら、ベース塗ってさ、今見えたのが、一番右に見えたのが、さっき言ったウルトラマットバーニッシュってやつね。そうです。どういう効能があるのか、ちょっと話を遮って申し訳ないんだけど。水じゃなくてウルトラマットバーニッシュで塗料を付着してます。本来はトップコートだよね。そう、本来はトップコートなんだけど。グラデーションが作りやすいんだよね。なんていうのかな。色が半透明になった状態で均一に伸びるような感じになるんだよ。なので、透明度 50% のブラシで何回も線引くみたいな感じで、その線引く範囲を狭めていくことによって、グラデーションができるみたいな。伝わるかな。でな。はいどうぞ。そうそう。その紫から始まることに意味があんのかっていう話でさ、なんかそもそも最近ね、思うのが、ほら、ベース塗って、影塗って、明かりとか塗ってみたいな。それよりも、一番暗い色から始めた方が塗りやすくねえかって最近思うんだよな。すいません。私はずっとそうしてます。そっか。今日影の色って筆入んなくなってくるっていうかさ。でもさ、インスタとかでさ、流れてくる外国の人のさ、やつってみんなさ、なんなら黒から始まって肌色にしてってさ、じゃない？で、その後にまた、暗くする人はもちろんそれで終わりはしないからさ、結局黒を入れたりすることにはなるけど、スタートみんな大体暗い色からやんない？そうなんだよね。暗い色から始まる。あるある。だから今度からそうするかな。さっきも言ったけど私はずっとそうしてます。そうか。怒っちゃったの？怒ってないよ。なんかね、一番暗い色から始めるのがさ、なんていうのかな。ちょっと怖いくてね。なんで怖いんだろうな。私の暗い色から始める理由は、エアブラシでやらないじゃん、そもそも。私はね、全部筆塗りだから、塗料が暗い色の方が乗りやすいじゃん。明るいとか色から始めると、もう何回塗っても下地が消えないってなるから、もう最初から暗い色にして、もう塗りやすいじゃん。すぐ隠蔽力ある色からやる。なるほどね。理由はそう。そういうことか。私の理由はね。
暗い色から始めるとさ、なんていうのかな、影が確定しちゃってる状態っていうのがなんかちょっとなんか塩梅悪いんだよね。いや、じゃあ後からやればいい話じゃないの。うん、そう、うまく言えねえな。でも今回はこの一番最初のやつが一番影のなる色ってやってみたんだよね。そうなんです。で、どうだった？うん、まあ別にこれでも大丈夫かっていう感じだな。うん。ということで、なかなか煮え切らない感じだね。俺は、なんていうのかな。これはまだまだ終わらんな。顔を一番明るくしようと思ってるから、まだまだ色重ねていくよな。うん。これ今おでこ頑張って塗ってるけど、確か結構髪の毛で隠れるんだよな。ちなみに今回の動画は顔のパーツの1個目の動画で、次が目とか、ほっぺとかのそういう化粧っていうの、まつげとかの部分の動画になるから、あくまでもこれは肌しかやってないから多分。そうか。うん、じゃあ、ちょっと飛びますか。ここで蛍光塗料の登場ですね。まあ、これ実は他の作品でもやってんだよな、これ。ここ最近ね。この、鼻の頭とほっぺたに蛍光塗料を使うっていうのだけは、前からアルナウ・ラザロ氏をパクってて、なので、またやってるっていうことなんだけど、なかなか、またやってるのは結構なんだけれども、これから初めて見る方がいるので、人もいると思うので、なぜかとかちゃんと理由を説明していただけるとありがたいです。多分これね、けどね、アルナウ・ラザロ氏ってね、その動画はあるんだけど、なんでこうするかっていう説明はなくて、まあ、この、なんていうのかな、頬と鼻の頭に大げさに赤みを入れることによって、なんていうのかね、まあ、それが独特な感じなんだよね。この時点で最初にやった赤がまず消えていることと、質問としてね、消えてるように見えるのと、その横文字の人を真似 し続けてるってことは、それがなぜかっていうのを分からなかったとしても、いいと思ってやってると思うんだよね。じゃあそれをなんでいいと思ってるかを教えてください。ひろゆきみたいなこと言われたけど本当なんでいいと思う？仕上がりがねしっくりくんだよ。でもこれね、さっきのね
世界線の話に近いんだけどさ、例えばこの現段階では、おい大丈夫かこれみたいな感じで赤いわけでしょ。なんだけど結局調整するのね。肌色を混ぜて、ちょっとぼかすだとかを繰り返して定着させるんだけど、したら、最初からほどほどの赤入れときゃよかったんじゃないのっていう気もするわけさ。うん。この段階でさ、最初に入れた赤消えてるよね。ごめん。最初に入れた赤だ。トントンやった赤ね。それも結局、そう、世界線の話で、じゃあ最初に赤入れなかったら、この仕上がりになってなかったのではないかっていう話になっちゃうんだよ。これさ、ほっぺと鼻の頭、今ピンクにしてるじゃん。うん。化粧でさ、チークうん。を入れてる感じなのか、入れてなくても、常にテレスオンはこういうほっぺをピンクにしたい派なのか、どういう意味合いでやってる？とりあえずほっぺはピンクにしたい派。よくさ、ほっぺにさ、渦巻き描くじゃん。それはあなただけだよ。そういうこと？当たり前のように的なこと？多分そうだね。そうだね。多分これほっぺに渦巻き描くっていうのは多分伝わんないと思うけど。ナルトみたいなね。ここ言った方がいいの？そうだ、これね、若干不敵な笑みを浮かべてるような表情にしたくて、口角を上げてる風に塗ってんだよね、これね。で、実はちょっとヤスリで削ってたはず。そうそう、で、さっきも言ったように、いくらなんでもピンクすぎるだろう。と言ってこれぼかし始めんだよね。これはアルナウ・ラザロ氏もやってんだけど、これでなんか納得いくまで定着させるみたいな感じなんだよな。これをさ、パステルカラーとかさ、タミヤのウェザリングとかでやる人いるじゃん。それはダメなの？それね、やったことあるんだけど、そうなるとね、もどかしい。まず根本、割と自分は頬をピンクにしたがるっていうのがまず前提にあるの。で、ウェザリングマスターとかだと、ピンクにはなるんだけど、全然ならないって言えばいいの。足りない。足りないんさ。だからもう思いっきりガッてピンクまで持ってって、後で調整するかの方が現段階ではいいのかなと。でもパステル使ったことないでしょ？パステルはないな。私のやつ結構パステル使ってるよ。そうなのか。それも試してみるか。現状、このやり方で、とりあえず、最終的には納得いく形に着地してるからね。そうやっても結局、蛍光塗料を使ったところをパステルにしてるだけで、今やってるように肌色となじませる作業をやってるよ。それは一緒だよ。ピンクにする、ピンクの色をパステルにしてるだけでね。だけど。この蛍光塗料を使ったピンクは、この塗り方でしか得られないピンクは得られるのは間違いないんだよな。ここまでのピンクってなかなか出せないでしょ。けどこれ、改めて見るとなんか、怖いね、これね。この段階でこれってね、こっから着手させんだぜ、こっから。あれごめん、紫である意味って何なんだっけ？本当影部分が紫っていうことね。あんまり暗い色を使うんじゃなくて、これたまたまこの世界観だから
紫にしてるだけで、普段から紫なわけではないんだよね。ああ、そうそうそう。そのアルナウ・ラザロ氏の塗り方が、この赤ずきんの塗り方に多分ぴったりハマるんじゃないかなと思って。アルナウ・ラザロ氏が、普段影の色を紫以外使ってるのかどうかわからないよ。動画になってないから。うん。まあ、とにかく、その塗り方が多分、この顔にはハマるんじゃないかなと思って、今回はやってみたのな。この後、何にこの塗り方を採用するかはちょっとわからないけどね。うん。ということで、だいぶ、おでこのハイライトが入りまして、ピンクだったところ、まあ、だいぶ定着した感があるな。じゃ、そろそろ、今更だけどさ、これさ、塗り直すじゃん。これ塗り直すのって口元だけ？塗り直すのは、目と口元だけ。じゃあ、肌は大丈夫なのか。肌は大丈夫。じゃあ、やめる？おう。
あ、だいぶ馴染んできたな。で、これ、影部分を馴染ませてますね。ベースで使った紫に暗めの肌色を混ぜて、なんかこう、自然な感じにするってアルナウ・ラザロが言ってた。これ今更だけどさ、肌色ってもう今ダメだよね、確かね。いいな、多少なの。別にそんな、登録者数何万人の YouTuber とかじゃないから、いいね。結局、影の色紫じゃなくなってない？いや、紫残ってんだ、わずかに。首、いや今やる行為によって。そうじゃなくて。いや、でも最初に紫塗ったことによって、この今の結果が得られてるんだよ。きっと。この、いつも肌塗ってから目塗るもんだから、いつもあれなんだよね。この白目の状態で進んでいくんだよね。そうだね。だから怖いんだよね。で、このね、ちょっと口角を上げて不敵な笑みを浮かべてるのをイメージして、これシワを描いたんだよ。このシワは最終的に消します。これ今更だけどさ、もう一回ちょっと聞いていいかな。1本目のこういうコンセプトで塗りましたの時にもしかしたらまた聞いたかもしれないんだけど、これなんでさ、ニヤってさせようと思ったの？そしてなんでこの紫ゾンビみたいな風にしようとしたのかって聞いた？いや、聞いてないね。ニヤッとさせようとしたのは、言ったといえば言った。ヴァンパイアセイバーのバレッタとか、なんか言ってたわ。ストリートファイターのジュリみたいにしたくて、ちょっと悪い感じにしたくて、この試合入れてみたの。最終的には全体のポーズ、雰囲気と合ってなくて消したんだけど、で、あとなんだっけ、紫にした意味っていうよりは、アルナウ・ラザロ風に塗ることの意味っていう方が近いね。このモデルはそのアルナウ・ラザロっぽい、すごく色白なんだけど、ほっぺたは赤いだよね。その感じ合いそうだなと思ったからやったんであって、別に影を紫にしようと思ってやったわけじゃない。ロナウド？アルナウ・ラザロ。横文字の人。絶対無理だ。ロナウジージョだっけとか、なんかそういうあれしかダメなの。絶対覚えられない。スペインの人だからな。
ということで、この辺はまあ影の色が紫なんだけども、それを残しながら、納得いかないところをなじませつつ、納得いくまでやるみたいな感じだな。これはさ、髪の毛の色とかさ、服の色とかと関係するこの紫にしたのは。さっきも言ったように紫にするのは紫にしようと思ってしたわけじゃないからね。うん。ただ、今回の配色と、そのアルナウラザロの顔の塗り方は多分合うなっていうのは思ったね。まあ、でも紫にしようと思ったわけじゃないけども、紫からスタートするのは知ってたから。だから、こういう風に言ったら顔がこういう感じになるだろうなっていうのは分かってたから、これはだいぶ肌のハイライト最初に近い。結構アルナウラザロっぽくなってると思うよ、これ。申し訳ない。その方を存じ上げないからさ、ちょっとごめんね。見てる人が分かればいいと思う。私は分かんない。まあ、君は多分知らないとは思っていたけども。今塗ってる部分とかさ、まあ、女の人に限らずさ、おじさんとかもそうだけど、どこをこう、ハイライト入れていいか、ほんと難しいよね。この目の周りはね、難しいよな。人の顔をまじまじと観察して。まあそんなこんなであと3分ぐらいなんでね、まあ締めつつお話を終わらせていきたいかなと思いますが。結局顔が一番時間かかったのかな。まあ毎回そうな気もするけどね。何回か言ってるけど、自分は顔からやります。一番力を入れなきゃならないところだから、モチベーションが高い時にやっちゃうみたいな感じだね。私の聞きたい？別にいらない？なんか前言ってたよね。なんだっけ忘れちゃった。私も前はモチベーションの高いじゃん。最初やるぞって顔からやってたんだけど、他の部分が最終的に飽きてきてめっちゃ雑になるので、もう一番顔は最後に最近してる。雑になりがちなどうでもいいとこからやるようにしてる。だそうです。皆さんはどこからやりますか？でもなんか皆さんのさ経過を見ると大体みんな顔からやってるよね。顔からやる人多い気すんな。多分私みたいにすぐ飽きる人はそんないないおっと、ここで出ました。変な青。最終ハイライトに使う。いやー、一時はどうなるかと思ったけど、なんとかなったね。結局、顎の下あたりに強く紫が残って、他はそうでもないみたいな。なんつうのこれ眉間じゃなくてなんつうのここ。なんて言うんだろうね。わかるよ。わかるよ。今ちょうど入ってるあたりでもないけど、わかるよ。一生懸命書いてるけど、後で消すくせに一生懸命書いてる。あとちょっと思ったの、これ青ひげにちょっとなりつつあるよね。ちょっとだけね。それはね、これ塗ってる時もね、言われたんだよ。私に。で、ちょっと直したんだよな。まあ
結局次の動画見てもらうと分かるけど、いろいろこの化粧とか目とかいろいろやる時にまた調整してるからね。うん。その時の思いつきで。お、ということで、最終的にはこうなるぜ。頑張ったね。ということで、次回もお楽しみにだな。じゃあ、テレスノンでした。なるはやで動画上げていくの頑張ります。ひまわりでした。またねー。